現代社会で近年いかがお過ごしでしょうか。ドン。今日は少しでも明日からみんなのやる気がふつふつと湧くような、勇気がみなぎるような動画にしたいと思っております。いろんな名言を集めてみたので、一緒に一つずつ見ていきましょう。スロチャンネル。苦しみから逃れる唯一の方法、それは許すことである。ジョン・マイケル・グリーンだよ。アメリカ合衆国の作家さん、教育評論家の方のお言葉です。人を許すことで結果的に自分を許すことができて、過去を過去として受け止めることができるようになるってよく言いますよね。このジョンさんのおっしゃってることを詳しく見ていきます。The only way out of the loneliness of suffering is to forgive. 許せない人、許せないことは誰にでもあります。しかし、憎しみ続けることで自分が苦しむことにもつながります。許すことは人のためではなく、自分のためなのです。許すことは決して相手を肯定することではありません。許すことは決して相手を肯定することではありませんっていうのが響きますね。今きっとたくさん人間界に誰かを許したり、過去の自分を許そうとしてる方がいらっしゃると思うんですけど、過去を肯定するわけではないからっていう言葉を言ったら、許すのによりぐっと明るくいけるような気もしますね。次。自分が幸せかどうかは自分で決めるしかないのよ。マツコ・デラックスさんのお言葉です。デラちゃんいいこと言うんじゃ。幸せってちゃんと認識してあげないとこぼれていっちゃうと思うんですよ。その幸せな状況をつなぎ止めるために体感しろって意味ではなくて、幸せに気づけないと永遠にないものねだりになっちゃうと思うんですよね。レラちゃんの言葉の考察のコメントがあったので読みますね。どんな境遇でもそれを幸福だと捉える人と不幸だと捉える人がいます。幸せの形は一人一人違います。大切なのは幸せをどう受け止めるのかという個人の考え方かもしれません。とのことです。自分なら世界を変えることができる。そんなことを本気で信じた人たちがこの世界を変えてきたのだ。スティーブ・ジョブズさんの言葉ですね。自分にしかできないことがあるって根拠のない自信を持ってたら、どんなに辛くても夢に向かって突っ込んでいくことができると思うんですけど、自分への自信とか自分のしたいことって見つけるのすごい難しい場合もたくさんあると思うんですよ。でもそういう時シロは、例えばちょっと走るとめっちゃテンション上がってきて、エンドルフィンっていうんですか、ドルフィン出るじゃないですか。万能感を一瞬だけ感じられるんですよ。あとは甘くて美味しくて冷たいものを食べた時とかも、ってなって幸せを感じられるんですよね。そんな美味しい幸せした時とかに得られる高揚感、万能感って本当にギフトだと思ってて、感じられることが幸せなことだと思うんですよね。次。天才とは努力する盆栽のことである。アルバート・アインシュタインさんの言葉ですよね。天才って言って自分以外の人を理解しようとせずに片付けるのは簡単だと思うんですよね。尊敬するがゆえに相手を天才っていう場合ももちろんあると思うんですけど、誰かを見て嫉妬するって当たり前で、でも嫉妬で誰かを傷つけたり誰かに影響を与えようとしちゃいけないとシロは思ってます。詳しく見ていきます。人間は怠けてしまう生き物です。努力をし続けることほど難しく苦しいものはありません。成功者は何かに恵まれていたわけではなく、誰よりも努力した結果であるとも言えます。誰よりも努力できること、それが天才と呼ばれる人の資質なのだとアインシュタインは言っています。私はそれほど賢くはありません。ただ人よりも長く問題と向き合っただけです。とのことです。シロはね、こう思うよ。お腹空いてきたんじゃ。努力にも向き不向きがあるとシロは思ってます。シロは
はお勉強をずっとし続けるのはやっぱ苦手なんですね、実はね。なんですけど、自分も努力できる方向はいくつかあるんです。そっちに向かって努力をしようとは思ってます。できてるかはさておき。次！死ぬこと以外はかすり傷。沖縄在住の女性がおっしゃったそうです。好きー！ロックだね。シロの言葉じゃないよ。こちらは2014年の日テレ系所さんの笑ってこらえてという番組内のカメラに向かってごめんなさいコーナーで女性がインタビューされた時に発した言葉だそうです。反響がすごかったみたい。この発言をした女性のお家は冷蔵庫もコンロもテレビもなく、でも元気で生きているので、あったら便利はなくても大丈夫との名言で締めくくったそうです。いやー、素晴らしいですね。でも生きてるじゃんってことですよね。それでは、恐れ多いんですが、ここで即興で白の名言で締めさせていただきます。それでは参ります。白イルカ！なんだだって達筆するんだよ！ちなみに、昔の白の名言はこちらです。唾液は、食べる前の方が、いっぱい出る！でも幸せの数え方を忘れちゃった人がいるのは当たり前のことだと思うんだ。そういう時は余裕のある人が思い出させてあげたいよね。白が忘れちゃった時はみんなの応援コメントがきっと思い出させてくれるし、白組さんが忘れちゃったら白がこうやって教えてあげたいな。